も皆さんこんにちは。レッドです。シーザー。本日の動画はこちらのハイゼットの荷台をパワーアップさせていきます。この横と下は普通の塗装がしてあるので、なんか硬いものが当たってしまうと傷が入ったりとかして錆の原因になるので、あまりよろしくはありません。そして下の部分は今純正のねゴムマットを敷いているんですけど、これがめちゃくちゃ重たいんですよ。そしてこのゴムマットの下にゴミが溜まりやすいので、できればねこのゴムマットを使いたくありません。だけどこのゴムマットを使わないとこの荷台が傷まみれになってしまいます。どうしようはっは。だけど皆さん安心してください。今回の動画では軽量化しつつ普通の塗料の6倍から10倍硬い塗料を使ってこの荷台を仕上げていきます。そこで今回使っていく塗料がこちら、ユーポール社の代理店を務めているシーザーさんから協賛をいただいたラプターライナー。このラプターライナーは通常の塗装の6倍から10倍強度があるので、荷台とか物がよく擦れるところとかの塗装に最適なんですね。そして今回は3種類のラプターライナーを用意しています。一番右がブラックカラー、真ん中がホワイトカラー、そして一番左がウレタン塗料を 10% から 20% 混ぜることによって好きな色で塗装をすることができます。なので今回はこのラプターライナーを使って実用的にかっこよく個性的な塗装をしていくので、皆さんよろしくお願いします。それでは塗装作業レッツスタート。今回はラプターライナーを使って最強の荷台を作っていきます。果たしてうまく仕上がるのでしょうか。まずは荷台のものをすべて下ろしていきます。よし、今一通り外せるものを外しました。そして今回はこんな感じに塗り分けをやっていく予定です。予定としてはこのラインの下にラプター塗装をしていきます。それではペーパー120番を使ってしっかり足付けをしていきます。いよいよラプターライナーを使っていきます。今私が持っているこれがラプターライナーのチンタブルです。こちらの商品に好きなカラーを混ぜることによって好きな色でね塗装することが可能です。今回はこのチンタブルを使ってレッドカラーで塗装をしていくんですけど、いきなりレッドカラーを塗ってもうまくいきません。なので先にラプターライナーのホワイトカラーを使って下地を作っていきます。まずこれが中身で主材と硬化剤です。今から硬化剤をこの付属のカップのフルって書いたところがあるので、そこまで入れて主材に入れていきます。めちゃくちゃこの主材が硬いのでしっかり混ぜないといけない。で今回はこのボトルを塗料のカップとして使っていくので、こちら専用のガンを使っていきます。この先端部分がこのように着脱ができて、さらにこの先端部分を調整すると突出量が調整できます。やっていこう。
表面はこのようにデコボコした感じに仕上がっております。次にチンタブル、先ほどと同じように硬化剤を入れていきます。あとは 10% から 20% 好きなカラーを混ぜていきます。ウレタン塗料の主材と硬化剤を混ぜたものを 10% 入れていきます。溢れないかな。このタンクを使う場合 10% がギリギリかな。2分間ひたすら混ぜます。このラプターライナーの塗膜が厚ければ厚いほど強度が出るので、もう 1,2 回塗装していきます。その作業はスキップ。次にガンの距離をかなり離した状態でパラパラーっと表面に吹きかけていきます。あえてデコボコにしてあげるイメージです。素晴らしい表面になりましたね。ボコボコしていい感じですね。はい、塗装がある程度乾いたので、今度は塗り分け用にマスキングしていきます。そしたら最後にこちら、ラプターライナーブラック。主材と硬化剤、単品で購入する場合はもうこの硬化剤をまるっと1本中に入れちゃってください。おいよ。あとは2分間しっかり振るだけ。では最初にロゴから塗装をしていくんですけど、近くで吹いてしまうとね、デコボコしてるので隙間に入って文字が滲んだようになってしまうので、できるだけ高いところからパラパラーっと吹きかけるようなイメージで塗装していきます。で3回ほど塗ったら最後に距離を離してバラバラと吹きかけていきます。
バッチリです。塗装して30分ほど経過したのでマスキングを剥がしていきます。めっちゃかっこいい。いいね。ラプター。それでは10日間自然乾燥をします。その間は雨に濡れないように注意してください。10日間以上しっかり乾燥させたので元に戻していきます。はい、ということでラプターライナーの塗装完成いたしました。めっちゃかっこいい。今までは全体的に暗いイメージだったんですけど、このレッドカラーを入れることによって全体的に一気に引き締まりました。そしてこのラプターライナーは通常の塗装よりかなり硬いので、重たい荷物なんかをねガンガン乗せても平気みたいです。そしてゴムマットを取り除いたことによって重量が22キロほどね軽くなったので、軽量化としても素晴らしいです。そしてドアの内側なんですけど、このように赤いラインを入れているので、ドアを開けた時もすごくバランスが良くなっています。ドアを開けてもね見せれる車って感じですね。そして今回塗装に使った内容なんですけど、ブラックカラーが1本、下地に使ったホワイトカラーが1本、レッドカラーに使ったチンタブルが3本、合計で5本使用しました。今回はこれでちょうど良かったんですけど、自信がない人はブラックカラーを1本、チンタブルを1本追加して塗装をするのがいいのかなと思います。そして撮影の後に気がついたんですけど、この硬化剤の缶は上に引っ張るとポッって感じで注ぎやすい状態になります。後で気がついてしまったんですよ。そして今回ねラプターライナーの塗装は初めてしたんですけど、めちゃくちゃ簡単でした。基本的に塗料が垂れるという心配がなくて、しかも1回の塗装で厚く塗れます。もう最後の表面の調整をするぐらいでそこまで難しくはなかったかなって感じです。普通の塗装より簡単。なので初心者の方にもねおすすめな塗料となっております。なので今回動画で使用したラプターライナーが気になる人は下記の概要欄に詳細を載せてますので、ぜひチェックをしてみてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。